皆さんこんにちは、こんばんは。先生と申します。今回はプレ版限定マスターグレードビルドダイバーズキューベレイアンベリールを全塗装していきたいと思います。ガンダムビルドダイバーズ公式外伝に登場したキューベレイですね。キャッチコピーはさらに美しくバラの息吹。いや、おしゃれすぎますよね。いや、キューベレイは好きな機体の中の一つなので作るのがすごく楽しみです。ちなみにパイロットのハマーン・カーンも大好きです。ハマーン様万歳。久しぶりの MG なので気合い入れて頑張っていきたいと思います。それでは動画をご覧ください。どうぞ。箱から取り出したランナーはこんな感じですね。 MG なんでパーツ数も多いですし、キューベレイの場合はこのように肩のバインダーがかなり大きいパーツになってますね。そしてツヤツヤです。裏打ちパーツもしっかりあります。この青のパーツはグロスインジェクション成形で作られているのでキラキラした粒子が入っています。紫のパーツも同様にキラキラしていますね。このキットの最大の特徴の手ですね。かなりでかくなってます。その他ポリキャップ、ビームサーベルのエフェクトパーツ、ホイールシール、水転写式デカールがついています。せっかくのかっこいい特殊なデカールですが、今回はこちらを使いません。ちなみに QA はキューベレイアンベリールではなくてクイーン・オブ・アクシス、ハマーン様のことですね。いや、おしゃれです。早速作っていきましょう。それではランナーからパーツを切り出していきたいと思います。今回は一度に全部切るのではなくて一つ一つパーツを作っていきたいと思います。必要なパーツを切り出し終わったら二度切りしていきます。はい、こちら手ですね。完成しました。いや、素晴らしいデザインですね。はい、早速仮組完成しました。すごいボリュームですね。かなりでかいんじゃないでしょうか。手はこんなに長いです。かかともヒール状になっていて美しくなってますね。リアスカートも通常のキューベレイよりも大きくデザインされています。バインダーの肩もこのように開くギミックがあります。手は一本一本別パーツなんですが、関節は曲がりません。全体をターンテーブルで見るとこんな感じ。ツヤツヤしてて、このままでも全然十分なクオリティですね。しかし全塗装してしまいたくなるのはモデラーの差がというやつでしょうか。こちらを全塗装していきたいと思います。美しいという言葉が似合うこの機体、かなり塗装も気を使いますが、頑張って塗装していきたいと思います。それでは準備に入りましょう。まずはゲート跡を処理していきたいと思います。全体が丸いパーツなのでスポンジやすりを使っていきます。まずは400番から600番、800番、1000番までかけていきます。表面もやすって塗料の食いつきを良くしていきたいと思います。角張ったパーツは C 面をしっかりつけていきます。デザインナイフで削っていきます。デザインナイフで傷つくというのが嫌な方はこちらセラミックカンナが売っているのでこちらを使うといいと思います。角に若干抵抗を感じるようになったら OK だと思います。ここでちょっと難点を見つけてしまいました。個体差なんでしょうかね。手のこのパーツがはまんないんですよね。せっかく段落ちモールドになっているのでそのまま作りたいと思ったんですが、後はめ加工していきたいと思います。このままじゃ入らないのでダボとピンをカットしていきます。棒やすりで整えていきます。白いパーツの処理は完了。
続いてピンクのパーツのピンを切っていきたいと思います。紫のパーツをはめるこのピンも一つは邪魔なので切っていきたいと思います。オルファのホビー用のノコギリで切っていきます。こんなに加工することは初めてなのですごく不安でしたね。切断完了です。その他表面をしっかりやすって入るように調整していきます。こんな感じではまりました。よかった、はまった。いい感じですね。紫のパーツをつけても、ちょっと上下するのですが、後でパーツをはめれば固定されると思います。早速合わせ目を消していきます。段落ちモールドになっているので、接着剤でまずはくっつけた後に埋めていきたいと思います。まずは流し込み接着剤でくっつけて一度確認してみます。大丈夫そうですね。そこにラッカーパテですね。タミヤさんのホワイトパテで段落ちモールド部分を埋めていきます。こんな感じです。下手くそすぎですね。固まり終わったらやすっていきます。頭部のパーツにあるモールドもちょっと不自然だったので埋めました。粗い番手でやすっていきます。やすり終わったパーツにサーフェイサーを拭いて確認してみます。まだまだ粗いですね。さらにやすってこんな感じに仕上がりました。いや、消えてるといいんですけどね。その他パネルラインの彫り直しも行っていきます。メインはこの 0.15 のタガネです。太いモールドには各種 0.3mm、0.5mm でモールドの彫り直しを行っていきます。今回はさらにディティールアップしていきたいと思います。この肩のバインダーをちょっとシャープにしていこうと思います。このホビールーターでどんどん削っていきます。はみ出さないように慎重にゆっくり削っていきます。かなり削りカスが出るのでマスクをした方がいいですね。はい、こんな感じで削り終わりました。比べてみるとこんな感じです。いい感じではないでしょうか。すべてのパーツが終わりました。こんな感じに仕上がっています。早速パーツを洗浄して塗装に入りたいと思います。ようやく塗装に入れます。楽しみです。それでは行きましょう。内部フレームの塗装に入ります。まずはサーフェイスアイボブラックで下地を拭いていきます。その後にスーパーファインシルバー2で塗っていきます。はい、こんな感じでキラッキラ仕上がってます。ミスタークリスタルカラーサファイアブルーでワンポイントのブルーの部分を塗っていきます。パール塗料は下地を黒にするとすごく簡単に発色しますね。こんな感じです。いい感じですね。外装の塗装の下地はこのピンクサフですね。白以外のパーツをこれで塗っていきます。ピンクはブリリアントピンクに蛍光ピンクを混ぜたもので塗っていきます。ちょっと成型色よりも暗めの色に仕上げたかったんですが、仕上がりはどうでしょうか。成型色とあんま変わらないですね。続いて紫色のパーツはナスカミリオンブルーに純色バイオレットを混ぜたもので塗っていきます。
な感じですね。淡い紫って感じですかね。すごくいい色だと思います。最後に白のパーツを塗っていきます。白サフを塗った後のパーツにこのナスカスチールホワイトを塗っていきます。どうでしょうか。若干グレーがかった白になってます。これで塗装は終了。最後の仕上げに移ります。墨入れはこのダークグレーで行いました。こんな感じですね。彫り直しているのでしっかり墨が入ってくれてると思います。ここで見てください。合わせ目が若干見えてます。消えてませんでした。諦めて DT ラップを続けます。寿屋さんの丸モールドを使っていきます。あらかじめこのように塗装しておきました。そちらを接着剤でくっつけていきます。爪楊枝で接着剤をくっつけてはめていきます。頭部のパーツにもはめていきます。こんな感じですね。いい感じでディティールアップできたんじゃないでしょうか。続いて部分塗装を行っていきます。こちら裏打ちのパーツですね。パイプの部分を塗っていきます。使うのはシタデルカラーリトリビューターアーマー。初めて使いますけど、こちら水性塗料なんで水で洗い流せます。水で薄めた塗料をこのように面相筆でしっかり塗っていきます。いや、水性塗料なのに発色がすごいですよね。はみ出したのを拭き取る場合は乾く前に水のついたもので拭き取るといいそうです。もし乾いてしまってもマジックリンで拭き取れるということで安心して使える塗料ですね。匂いもないのでとてもいいと思います。みるみる発色していくのがわかると思います。すごく綺麗な金色ですね。はい、こんな感じで塗り終わりました。とても塗りやすい塗料ですね。部分塗装完了しました。こんな感じになりました。マニプレーターの部分も内側の関節部分と爪の部分をネイルを塗るかのように塗り分けました。さらにこの金属部分に陰影をつけていきたいと思います。シタデルカラーシェードのナルンオイルですね。こちらは墨入れ塗料みたいな塗料ですね。墨入れするように隙間に流し込んでいきます。左が塗装前、右が塗装後なんですが、重厚感が増したと思います。いい感じで隙間に塗料が入ってますね。こちらも同じように水性塗料です。使い勝手がいいですね。最後の工程、デカールを貼っていきます。使うのはマークセッター。使いたいデカールを切り出して水に浸します。つけたい部分にマークセッターをちょん付けしてデカールをピンセットで貼っていきます。貼る位置が決まったら綿棒で水を押し出して圧着させていきます。こんな感じです。いい感じですね。ネオジオンのマーク。ツアー消しのトップコートを拭いて完成です。こちら腰のパーツです。今回デカールは紫色を使ったんですが、こちら RB コーションデカールのパステルバイオレットを使っています。このキラキラしたシールは100均で売っているデコレーティブテープですね。早速組み立てていきます。まずは足から。下半身が完成です。上半身にバインダーをつけていきます。かなりでかいです。フレームアウトしています。腕にマニプレーターをつけていきます。はめます。上半身と下半身をくっつけてファンネルを格納しているリアスカートを取り付けます。最後に頭部をつけていきます。首の部分はプラバンでスペースを挟んで延長しています。取り付け終わって完成です。いい感じですね。かなりでかくて塗装もしているので少し重くなってますね。デカールの紫もあまり主張しない感じでいい感じに貼れていると思います。肩の部分のシャープ感も細かい部分ですがいい感じで満足しています。リアスカートの部分もかなり情報量が上がっていると思います。今回艶消しのトップコートを拭いて艶消しで仕上げたんですがかなり滑らかな表面になっていてとても気に入っています。
いや、今回キュベレは初めて作るんですが、やっぱり美しいですね。とても満足しています。この美しいキュベレを早速ターンテーブルで見ていきたいと思います。マスターグレードキュベレアンベリール完成です。はい、今回はプレ版限定マスターグレードビルドダイバーズキュベレアンベリールを全塗装してみました。いかがだったでしょうか。さすがキュベレですよね。美しいフォルムです。この感情は歴代登場パイロットのおかげもあると思いますが、このキットの出来はかなり素晴らしいと思います。プレ版限定なので入手はなかなか難しいですが、今後もいろいろな形でキュベレは販売されていくと思います。その際は購入してみてはいかがでしょうか。今年4月はたくさん最新ガンプラが発売されますよね。それまでは私も積みプラをできるだけ消化していきたいと思います。ぜひチャンネル登録してお待ちいただけると幸いです。そしてこの動画がいいと思った方、高評価、コメントよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また次回お楽しみに。バイバイ。